ございます。ロンドン2日目の朝です。はい。風邪ひきました。完全に。喉やられてますか？最初なんか鼻の奥みたいな上咽頭っていうらしいんだけど、がちょっとピリピリ痛いなみたいなのがここ1週間ぐらいあったりなかったりだと、耐えてたんだけど、完全に俺の移りましたね。時差で多分潜伏期間だったんじゃない？あ中に入ってたけど戦ってたけど多分疲れて負けました、私の体が。3万歩歩いてますからね、昨日。でも昨日の試合良かったね、行けて。非常に良かったです。もう大満足ですね。なんか急にさ、ホールフーズでさ休憩してたらさ、試合あるみたいになってさ。いや、してたよ俺。あ、してた？うん。いや、知ってたんだけど、なんかブライトンとロンドンの間だったのね、スタジアムが。さすがにロンドン行ってまた戻ってでちょっときついなと思ってたので、調べたらなんか1時間とか1時間半ぐらい移動でかかるからちょっと無理かなと思って見たら、なんか近くのロンドンブリッジだっけ、ロンドンブリッジが電車で10分とか書いてあったから、そんな近いのと思ってチケット取れるかなと思ったら取れてしかもまあまあいい席。ブライトンよりいい席だったよ。そうで行ったって感じですかね。その様子もちょっと多分載ってると思うんで、ちょっと詳しい話とかラジオで話したい。あ、確かに。今はね、朝10時で10時ちょい前なんだけど、10時から大英博物館が開くので、はい、そちらに向かっております。はい、ホテルから歩いて10分ぐらい。はい。こちらいや、めっちゃ人いるけど。多分男性客かな。並んでる。みんな開園と同時にみたいな感じ。ラーメン屋と一緒っすね。でも朝が一番空いてるらしいよ。1回転目はめちゃめちゃ混むやつ。学生じゃない？そうだね、学生めちゃいるかも。これじゃない？並び。じゃあ一旦並びますか。これ荷物チェックで並んでます。でも意外とスムーズですね、多分。そこすぐ曲がってちょっとだから5分くらいかな、多分街は。このボックスで荷物チェックして入ってるんで、はい、じゃあ待ちます。中入ってきました。すごい人が多いね。これがモアイ像。展示室24、チリ領イースター島から1868年に英国人が持ち出し、ビクトリア女王に送られ、後大英博物館に寄贈された。盗んだってことですね。なるほど。すごいね。本物なの？なんか出てきました。広すぎてこれは大変だ。本当にこのシリキュートゥンドゥみたいなの持ってきたってこそうだね。カナダにあるものってこと？と？はね、7ポンドぐらいで借りられる。すごい、すごいっす。ここね、全部見ようとしたらね、1日あっても見れないらしい。11
11時からの交代式は見れなさそうだね。そうだ。プランミス。ここからどれぐらいなのそこ？30分弱。電車で？バスに乗ってる時間が20分ぐらいかな。終わるまでに着くかもしれない。あれがメインじゃないですか？ゼックストーン。そんな空いてることない。私これ背伸びしてギリギリで見たもん。あ、字がめっちゃ書いてあるやつ。そう、解析したやつこれ。ラムス2世。はい。何ラムス2世？エジプトのトップの人。エジプトで一番栄えてた時期の国王みたいな感じかな。ファラオって言われる。でスフィンクスってこんな感じじゃなかったっスもこんな感じかもね。でもなんか胴体ないっけ？け？ある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 。うん、どうだある。この人90歳まで生きて111人の息子と69人の娘いるらしい。合計何人？80ぐらい。人。180人の子供がいるってこと？半端ねえな。7.5 トンだって、この重さ？これはエジプト神話の女神バテストの像。猫ちゃんじゃなくて神様。巨大な翼と人面を持つ2頭のライオンの像。確かに人面っすね。王宮の入り口に建てたんだって昔。どこの？ニムルドにあったアッシュール・ナツルハル2世の王宮。あれ、ここにもいました。こっちが本物の可能性あり。さっきのちょっと違った。二回りぐらい小さかったもん。これはトルコの古代都市クサントスにあったネレイド記念堂が復元されただって。本物じゃないわ。広いね。パルテノンエリア。はい、パルテノンエリア行きます。しかし広いね。像が置いてますね。一番右の馬の頭あるじゃん。馬、あれセレネって言われる馬で、月の女神セレネはい。が、持ってった馬車用の馬の銅らしい。なんだっけ胴体馬で体ケンタウロス。ケンタウロストルコ大使が19世紀にはい。イギリスに持って帰ってきちゃった。だから今でも返還を求められてるらしい。返そうならそんないやいや返そうよ。こんないこんないっぱいあるんだからさ。別にでもさ、セキュリティすごいからさ、こういうところの方がさ、綺麗に保たれる。だけど返してほしいって言ってるんでしょ。それだし。はい、3階上がってきました。バーみたいになってる。本当はね、休憩スペースもあるんでね、こういうところでご飯も食べれて。ミイラを探してます。次ミイラス。
ミイラ見て帰ります。おおおおお、こんなのもあります。直立してる。これも中に死体入ってるってこかもしんないね。ここに書いてあるけど。と？書いてあるわこれ。棺だって。ああ、この中に入れるってことね。なるほど。金が使われてるから、うかなり身分の高い女の人だったらしい。ん。へえ。ミイラ。はい。大英博物館終了。次。はい、博物館から5分くらい歩いて、ミュージアムストリートバス停。はい、 19か38になります。 19か38来たら乗りまで、す。乗る時間は12分。はい、グリーンパークで降ります。はい、グリーンパーク。バスはね、結構走ってるんで、いっぱい。どんどん来ますよ。はい、19来ました。10分だから下でいい？はい、はい、バス停降りて、セントジェームズパークを突っ切ってバッキンガム宮殿、はいちょっと見えるかな、向かってます。はい、すごいね。あ、開会式今やってんじゃない？見えたよ、赤いの。今何分？今11時半終わりました。ああ、じゃあギリ終わったんじゃん。なんか道がめっちゃ混んでて迂回してたんだよね、うんバスが。だからさ、間に合わなかった。人はすごいいるよ。でもほら、名残見れないかな、名残マーチングバンドはちょうど終わっちゃったかな。あれ始まった。サマータイムじゃない？違う？あれ始まる時間変わったの？絶対みんな待ってるよね。待ってる。やばい、神様ありがとうアンカー。金の下行く？いける？絶対無理だよ。渡れないもんだって。止められちゃうかな。ここ？なんかやるみたいです。おそらく。だって馬いるよ、あそこ。本当だね。見れるのか？あ、終わったのか。始まるっぽいけど。え、just started? Yes, it is almost done. Almost done. But we don't know if they will come back yet. あ Okay, yeah. あ、もうほぼ終わったんだけど、ん最後の更新こっち側来るかもか All the way. あお、来たよ。ー、いいよいいよ。帽子でかっ。すごい。近い近い近い。馬のコントロール大変そう。ね、暴れるまで。
馬車急に、かっこいい山運転手。本当だね。釣り竿みたいなの持ってる。はい、交代式終わって歩いてたら大量の動物。そうなんだよ。ベイビーじゃん。ベイビーバッグじゃん。あ、本当だ。かな。あの子どうした？いました。なんか馬が眠そう。さっきのホースガーズから歩いて 2,3 分のところにあるシャーロック・ホームズっていうパブに来ました。ここは夜は予約しないと入れないぐらい人気な昔からあるパブで、コナンとか名探偵探偵もの好きな人、シャーロック・ホームズのなんか聖地って感じ。なるほど。私は本当はパイを頼みたかったんだけど売り切れてたからエスカロープっていうなんかチキンカツみたいなのを頼んでみました。チキンカツレツみたいな。店員さんのおすすめだったから。ケンちゃんはイギリス最後のご飯なのでフィッシュ&チップスです。いや、3日連続っす。フィッシュ&チップスが 19.50 ポンド、4000円。チキンエスカロープが16ポンド、3000円ぐらい。なるほど。あとね、デザートのスティッキートフィープディングっていうのがイギリス伝統のおやつっていうかデザートなんだけど、ちょっとそれは食べれるかわからないから量がそうだね、いつもねお腹いっぱいになっちゃうからね。後で決めます。はーい。喉痛い、やばい。マジ。でもあれ見れてよかったね。
皇太子、ああそうそうそう。絶対間に合わないと思ったけど奇跡的にちょっとだけ見れた、もうこれであとはナショナルギャラリー行ってちょっとショッピング見てないところ行ったらモーラです。はい。すごいガーリックバターの匂いするんだけど、これあ、そう。いい匂い。結構分厚い。いただきますなんだこれ。このポテトでかすぎない？また違った衣とタルタルソースですね。差がある。フィッシュ&チップス食べてみます。でもある。美味しいね、これも。うまいでしょ。外が美味しいから。え？外側？タラが美味しい。あ、タラ。胸肉だね。うまい。美味しい。ホテルでさ、2日目の朝、3日目の朝っていうの2泊目のところについてた朝食で食べたさ、ソーセージまずかったよね。まずい。あれがイギリスのご飯をまずいって思わせてしまうやつだった。普通のではいいのにね。これめっちゃ美味しい。うまいね。ただでかい。すごいね、酸味があるタルタルソース。もう一個行ってみたいピパイズみたいな有名なフィッシュ&チップスのお店があったんだけど、そっちだとフィッシュ&チップスしか食べれないし、フィッシュ&チップスのお店はね、ブライトンでも行ったから、そう。パブで雰囲気を味わおうということでこっちにしました。いいですよ、ここ。いいね。雰囲気あって、外のテラスもめっちゃ良かった。おじいちゃんたちがね、地元民みたいな感じで一人で飲んでたよね。門の感じとかも。美味しかったね。美味しかったです。雰囲気も良かったし。うん。イギリスご飯満足？満足ですね。もうフィッシュ&チップス3回食ったんだよね。もう本当は私パイ食べたかったけど、帰るとき隣の人パイ食べてたの。確かに。復活したのかな。じゃあ、ナショナルギャラリー、ゴッホのひまわりとか飾ってあるところに行きます。はい、行きましょう。ナショナルギャラリーに着きました。歩いて3分ぐらいだったかな。そうだね。ちょっとのラーメン食べてます。すいません。はい。ここトラファルガー広場って言って、ここも有名な観光スポットでございます。2階建てバスがいっぱい通るね、そうだね。観光用のやつも、見たいのは6作品ぐらいあるので、はい。ここもね、多分全部見ようとしたらすっごい時間かかるので、目星つけてるやつだけちょっと見たいと思います。はい。はい。はい、行ってきました。階段きついね。ナショナルギャラリーも無料で入ります。まず最初のお目当てはフェルメールの絵です。これがタダってすごくない？そうだね。はい、ちょっとチカチカしちゃいますけど。こういう絵がいいよね、自然の。これとかいいじゃん。ワンちゃん。
ゾーンに来ました。本当に光が入ってるような絵。あそこからさ差し込んでさ奥は暗くしてるじゃん。これはすごいですね。今日一ですね。マジ写真みたい。これがモネさんの作品みたいですね。で、こちらがそうもです。モネさん。このゾーンはモネとかルノワールとかセザンヌとかルノワールカフェのがこれが上野にモネの駅がある。こういうとこから持ってっちゃうんだろうね。だから今日ないなって。なんかあれですね、モネさんはちょっとガサガサ系ですね。タッチが全体的にヴィンセント・バンゴッホさゴッホのカニはいゴッホカニ描いてんだ。お気に入り結構お気に入りですね。バンゴッホズチェア。大人気ですね。大人気。はい、これが本物のゴッホさんの。子供たちがさこれ本物なのって聞いて本物だよ。じゃあなんでもっと先強くしないの。みんなを信頼してるからよ。うわーすごいね。フランスの怪人専用のシアター。今度もうちょっとロンドンにいるときにね見に行きたいねミュージカル。そうだね。今回はサッカー2回とあとオーケストラがあるからオーケストラ見ます。インベルリン。いつもはい。違う。これはザ・ディープ・ブルーシー。聞いたことないね。確かに。はいということで、美術館からホテルに1回帰って荷物を取ってセントパンクラスからガトウィックに向かっております。この電車はナショナルトレインみたいなやつで普通の電車なんですけど止まるのは6駅で45分でガトウィックに着きます。だいたい15ポンドぐらいだったかな。クレカで入れました。はい、ということでロンドン旅以上になるんですけれども空港に着いたらラウンジに行ってしばらくゆっくりする予定なので、またその様子をお届けできればと思います。はい、空港到着してガトウィック空港ですか。はい、今からローマ、イタリアローマですね。ブエリングっていう LCC に乗ります。はい、初めて。じゃあ荷物預けますか。セルフチェックインって書いてあるから人と喋んないかも。はいはい。じゃあ押します。日本語なし。パスポートで探しましょう。マシーンでやったらあなたの国籍では受け付けられませんみたいなエラーになってしまったので優先カウンターに並んでます。まさか飛べない。それはないんじゃない。なんか結構できてない人ばっかだったからできる国籍が限られてるのかも。エラーですか。はい。無事保安検査場通過しました。はい。ラウンジなんてとこだっけ。ナンバーワンラウンジ。じゃあそこ目指
してはい、今から時間あるんでプライオリティパス使ってナンバーワンラウンジっていうラウンジでちょっとゆっくりしますか。はい、ローマに着く頃にはもう深夜だからね。そこで夜ご飯ここで食べちゃいたいと思います。たんまり食べて栄養つけて、風邪直したい。はい、行きます。はい、ナンバーワンラウンジ着きました。チェックですね、チェック。はい、ラウンジ入って食事とってきました。はい、これがトマトスープと野菜不足してるんでサラダ&チーズとポテトとなんかいろんなソース、なんかパスタにかけるやつかな、2つとってきました。私はサラダとペンネ、なんかメキシカンなんとかとポテトにしました。あとレモンジンジャーティー、風邪治れ。なんかさ、毎回私さ、プライオリティパスでラウンジ入るときさ、反応しないか、なんか、エラー、エラーになるよね。引っかかるよ。何なんだろう。今日なんてカード会社がカードを返せって言ってるから、あなたは入れません。入るなら旦那さんの連れでゲストとして46ポンド払ってくださいって言われた。そうなの。で46と思って1万はやばいな9000円ぐらいか。それでカード反応しないからアプリがあるんだよね。アプリで試しにやってみようと思ってアプリダウンロードっていうかアップデートして持ってたから、それでやってたらなんか別のスタッフの人が大丈夫って声かけてくれて、でなんか私と旦那同じカードなのに私だけ入れないんだよねって言ったら、私にやらせてって言ってやってくれて、そしたらなぜかできました。あの人エラーになってなかったの？なってなかったよ。一発目で私のアプリを読み取った時に、そのまま私の名前出てきてて、で男の人に「いやでもこの子のカードダメだったから」みたいな言われて、でもその人が「でも名前出てるからいいんじゃない」って言って進んでくれたの、パソコン使って、そしたら大丈夫。サラダうまくない？久しぶりに来たよね。あと3倍ぐらい食べよう。バルサミコが美味しい。バルサミコにした。何にしたの？オリーブと塩。時間は平気だったね。時間全然平気だった。言われなかった。登場の3時間前からって書いてあるんだけど、3時間10分前ぐらいに入れました。雨がすごい降ってきたからよかったね。種類はそんな多くないね。けど美味しい。もう疲れちゃった私。今日さバスで事件が起きてる。ちょっとケンちゃん説明して、帰ってきてから。バスでの出来事。俺が説明するの？喉痛いから。まずバスに乗ってたら運転手がなぜか後ろのやつを呼び出したんだよね。そしたらなんで呼び出したかって言ったら、乗った時に何カードだっけあれ？オイスターカード。オイスターカードをかざしてお金を払うんだけど、そいつが払ってないからかざせって言ってきたんだよね。多分後ろから入ってきたんだと思っちゃったの。本当はね、前から入んなきゃいけないの。そう、乗るときは必ず前から入んなきゃいけないんだけど、そいつが後ろから入ってきたんだよね。だからお前金払えって言ったんだけど、そいつはいや私はお金は払っていますと、次の駅で本当は降りたかったんだけど、間違って今降りちゃいました、だからまた乗りましたって説明したんだけど、運転手はおいボケそんなの知らねえよ、ふざけんな、金払えって言ってたんだけど、そのね一悶着が長かったの。2人とも引かなくて、イギリスってさ、バスのドライバーのところになんか分厚い壁があるの。多分守るために、身を守るために。それのせいで声が届いてないの、お客さんの声がドライバーに、でその問題になってる乗客も英語が上手じゃないから
全然伝わってないし、そしたら隣に座ってる乗客の人が助けに来てくれたんだよね。この人は僕の横に座ってました、だけど間違えて1個手前のバス停で降りちゃいました、だから後ろで入ってきた、後ろから入ってそうきた。だから後ろから入ってきたんだよっていうのを教えてくれたんだけど、それをもう無視して、いや俺は知らない、お前は金を払え、もしくはもうここで降りろ言ってて、もう一人来たんだよ、もう一人。あ、2人いたよね、2人で助けに来てくれたのね。別々の人がそう、一人が最初、いやこの人本当に乗ってたよ僕の隣にって言ったの、それよりも早く運転してみたいな、僕たち行くとこあるから。そしたらもう一人の人も、いや本当に彼はここにいてよ、僕も見た、 Thank you で、僕も見たからって言ったんだけど、もう運転手がそっちも見ないし聞く耳持たないから、そしたらそのうちの人が一人がぶち切れちゃったんだよね。放送禁止用語を連発したドライバーに対して。でもね、ドライバーに対してっていうか、そのドライバーに対してまず君の仕事は運転することだ、この乗客は乗ってたって俺たちは言ってるんだから、で次の駅で降りるんだからさっさと運転してくれと、正確に何て言ったか覚えてないけど、こんなクソみたいな状況ありえないだろみたいな、クソみたいなバスだみたいな。多分ドライバーは文句言われたからもうムカついて、助けてくれた2人の乗客に対して、お前らが降りなきゃ俺はここから動かないみたいなね。その助けてくれた2人のうちの1人はもうそそくさと切れて降りてった。そう、すぐ降りたよね、あの人は。でもう1人助けに入ってくれた人は多分降りたくなくてめんどくさいから降りなかった。お金払ってないって言われちゃってる人も次の駅だから多分乗ってたかったんだよね。で降りなかったの。だけど5分ぐらいバスが止まってて、でみんなこれ何動くのみたいな感じでドライバーに聞くんだけど、ドライバーは無視する、見えてない感じで。そしたら後ろに同じ番号のバスが来た。そしたらそのドライバーがじゃあ後ろのレバーみたいな感じで言って、そしたらほとんどの人が後ろのバス行ったよね。で結局後ろの方にみんなが乗ったから出発したんだけど、私たちの目的地に着いた後に新しい乗客を乗らせてなかったよね、全員降りろみたいなアナウンス流れてブチ切れちゃって、仕事放棄。後ろにさ同じバスが来たから降りようとしたさおばあちゃんさ出遅れて扉閉められちゃってね、Excuse me? って言ってたの降ろしてもらえないということで、そんな事件がありました。釣るかな、虹が見えてます。雨が上がって、最近すごい月に2回ぐらい虹見てる。先週も虹見たし、何週間か前も虹見た。ちょっと遠いからあんま分かんないかな、カメラだと。はい、乗り込みますか。天使だね。もう8時だけど上がりっす。はい、乗り込みました。席はまあまあ狭いですね。僕はサンダルに履き替えました。これ2時間半ですね。イタリーまで行きます。ビーチと同じぐらいの感覚かな。もうすげえ喋ってんな。おお、電話して。どういう後ろからの圧感じるぞ。こんな感じですね。結構狭めかもしれない。iPhone が入る。機体はエアバスなので、ボーイングよりはいいかな。個人的意見。メニューとかもあるんだ。課金制かな。ドリンクとか買えるっぽい。頭の枕みたいなのはないですね。すごいシンプルな作り。机は一応あります。ちっちゃいけど。すごい子供が多いね。
le cinture di sicurezza allacciate quando si è はい、イタリア着きました。入国審査終わって今荷物待ちです。はい。悲しいお知らせです。右耳が瀕死です。離陸した時全然さ、耳抜きできててさ、あ、いけるわって思った。別に鼻詰まってないのよ。なんだけど降りてたらもう激痛に襲われて涙ポロって出てきちゃうぐらい痛くて、でも痛み和らげるために自分の手で頭をグッと押してたの。そっちの方が痛ければ痛くないと思って。だけどそれでもピキピキピキってこうなんか亀裂入ったみたいな痛みがあって、お亡くなりになりました。右耳聞こえなくなっちゃった。完全に聞こえないわけじゃないんだけど、すんごい変な感じ喋ってて。味はわかりますか？味は大丈夫。じゃあそれが一番大事。耳よりも味。ピッツァとパスタ食べれますね。マジやだ。次飛行機乗るまでにちょっと時間あるから、そうだね。それまでに治るといいけど。今日で直しましょう。寝てやばいよ。睡眠っすよ。大丈夫な。じゃあ荷物取って、こっからローマまで移動するんで、空港からバスで40分ぐらいなんだけど、深夜のバスが次が12時40分、今12時半。はい。多分イタリアの貨物はスローだと思うので諦めて1時15分かな、それ行ければいいなぐらいの感じで待ってたいと思います。はい。はい、荷物ゲットして意外とすぐ出てきたけど、残り何分？残り5分でエアポートシャトルバス。まずね、チケット買ってないから、チケットさえできなかったら乗れるでしょうか？お、そこにバスチケットとかも書いてない。あるよね、バスチケット。足早います。あ、一番奥だ。多分人が結構いるとこだ。違うかな。走れ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 。イタリア。やっぱちょっとまた香りが違うね、イギリスとは。すごいそれ。さて乗れるんでしょうか。耳痛くて歩いてます。耳痛ガールがいけるのか。はい、ということでバス乗り場12番だったんですけど、12番。入り口でチケット買えるみたいなので、ここに並びたいと思います。はい前のね人にクレカでここで買えるって聞いたら、はい買えるって言ってた。はい、わかりました。間に合う。はいよかった。でも乗れるかわかんないし全員。さすがにこんな大きかったらいけんじゃない？バス乗りました。はい。説明が分かりにくかったのでアフレコで補足します。結局あの後12時40分発のバスは満員になってしまって乗れませんでした。12時40分発は前から順番に乗せていて、チケットをすでにオンラインで買ってる人もいたんですけど、その人は時間指定をしているにもかかわらず乗れてませんでした。次に来た1時15分発は前から順番に乗るのではなくて、オンラインチケットを持っている人から乗せていました。
なので私たちは列の先頭の方にいたんですけど、どんどんチケットを持っている人が乗り込んでしまって焦りました。あまりにもチケットを持っている人が多かったので、私たちもオンラインでチケットを買った方がいいんじゃないかというふうになり、ウェブサイトを確認したところ、出発間近だったんですけどまだ買えそうだったので試してみました。予約サイトはイタリア語だけだったんですけど Google 翻訳で英語にできたので、そのまま名前と電話番号と乗る人数と時間を指定するだけで購入ができました。支払いは Apple Pay やクレジットカードが使えました。金額は1人7ユーロでした。何分ぐらいですかね。40分か。40分。私たちの後ろの人たちはもう待てないって言って一緒にタクシー乗らないかっていう交渉をして3人で行ってました。でもタクシーだと定額で55ユーロなんだって。だからちょっと3人だときつい。そうだね。4人だったらちょっと高いぐらいだけど。はい、ということでテレミニ駅に行きます。はい、高速バス降りました。テルミニ駅、到着です。40分ぐらいだったね。テレミニ駅以外の終点まで何回か止まった。そうだね。ということで歩いて5分ぐらいでホテルに着きました。はい。じゃあチェックインしましょう。はい、24時間空いてるみたいだからね。あ、ピンポンしないとダメか。左は閉まってるかな。これかな。あ、そうだ。あ、いた。はい、ということで、レトロなエレベーターを使って2階に上がってきて、お部屋211号室です。はい、それではお見せします。お願いします。じゃじゃーん。今回泊まるハネムーンのホテルの中で一番おそらくいいというかいいホテルです。そうなの？多分ここが一番私はホテル楽しみだった。あ、そうなの？うん、レトロな感じで可愛い。ちっちゃいテレビとテーブル、ソファーがあってミニバー的な、紅茶とかコーヒー、あとクッキー、ビスコッティがありますね。これは有料かな。ワインみたいなのがあるね。ここに冷蔵庫ありました。これ水じゃないよね。水なのか。入ってすぐ左のところにドアがあって、こちらがクローゼットでした。わ、なんか昔の匂いする。タンスの匂いする。こっちは金庫、すごいぶら下がってる。はい、はい、そしてベッドの横にはサイドテーブルが2つあっていいですね。充電もそこでできるのかな。あ、できそうだね。ちょっと今夜なので外が見えないかもしれないんですけど、ここに窓があってちょっとしたバルコニーになってます。明日お見せします。そしてこっちがバスルーム。広い。洗面所とヨーロッパらしいですね。このトイレと洗うとこがあるみたいな感じ。はい、でこっちがバスタブ。ここに仕切りがあるけど半分しかないから勢いよくやったらジャバジャバなっちゃいそうな感じですかね。シャワーは固定式です。
誰か叫んでる。あとこっちはこれも夜だからちょっと今開けないんですけど、テラスになってたので明日お見せしたいと思います。アメニティは、あ、いいね、ブラックカラントだって。私さ、カシスすごい好きなんだよね。カシスのシャンプー、こっちはアロエベラのボディーソープかな。とこれは手洗う石鹸かな。シャワーキャップがあります。はい、こんな感じです。どうでしょう皆さん、おいくらだと思いますか？ここのホテルには朝食込みのプランで4泊泊まる予定です。はい、お値段はお値段11万5598円で、一応ここにはベッド現地で7700円。確かに言われてないね。最後に言われるのかな。なんかアゴダですでに11万円分決済してるんだけど、なんか税金なのかな、7000円いくら分は現地で支払いって書いてあったのね。だけどチェックインするとき何も言われなかった。そうだね。で多分駅の近くを私たちが選んでるから。そうだね、立地はめちゃくちゃいいね。うん、大体の観光名所に歩いて行ける感じで、ちょっとテルミニ駅治安悪いって書いてあって心配したんだけど、それはまあそんな問題ないかも。さっき深夜2時に歩いてても別にふらっと寄ってくる人はいなかった。私はイタリアはミラノとベネチアに来たことがあるんだけど、ローマとこのローマの後に行くナポリは初めてなので楽しみです。ご飯が、耳は死んじゃったけど味はわかるからまあよしとします。じゃあもう遅いので寝たいと思います。おやすみなさい。はい。